こんちは。ギルクエソロの旅、パート18やっていきます。今回は、体験をぶん回していくよ。まずは、この来剣の研磨からだね。ああ、スムラだけど凍傷詰まりだったやつですね。これ、まだ磨いてなかったですか？ぶっちゃけ、スムラ爆破のムンとあるから、わざわざ磨く必要はないんだが。たまには、別の剣振りたいじゃない。せっかく、1728スムラなんだしさ。弱い武器ではないですしね。来剣で雷属性って芸術点も高めですし。装備は、挑戦2のやつをベースにするが、アキスロゼロがやっぱ痛いな。一応スムラであっても、凍傷が攻撃台代わりになったりしますけどね。結局、挑戦者1で妥協した形ですか。これから行くクエスト考えると、大でも挑戦1でもあんま変わらんかなと。ドスランポスですか。こいつなら雷も通りますね。ラーに雷は通らないが、まあ、ラーは別に問題ないでしょう。ランポッポは地味にパートに依頼ですか。久々のソロツタハメやっていきましょう。よーし行くぞ。まずは、初手恐竜化してるかチェックだが。ランポスはこのチェック重要ですね。肉質がかなり変わるんだよな。討伐時間にだいぶ差が出るね。ああ、恐竜化パターンでした。この場合は、まず解除を目指していきます。ドスランの恐竜化時の肉質はマイナス18。頭は2割近く硬くなるね。ヒルミ自体は抜刀2回でちゃんと垂れますね。とはいえ、ダメージ量は通常時と全然違いますが。恐竜化でやり続けると討伐時間かなり増えたね。横着せずにちゃんと解除していこう。で、早速ですが、おなじみのツタハメループ成立してます。ランポスはこれが楽しいんですよね。ただ、ハメループしてると一生解除できない。一旦中断して小突きたいが。最大リターンを狙い、強タメループを試みます。ただのお祈りとも言います。普通に逃げられちゃった。バクステ早すぎるだろこいつ。ツタがないと普通に強敵ですしね。おい、華麗なステップ回避やめろ。ただ、ここで横ペチがヒット。無事解除ができました。オーケーオーケー。あとはハメを繰り返すだけだ。早速、最初のダウンが取れました。これはもう決まりましたね。ハメのやり方は非常に簡単で、我々はランポスの左腕に注目しています。ツタにはまって左腕が2回ツタについた時、これが溜め始めの合図だね。あとは、抜け出して着地した瞬間に溜めを解放。これでほぼ頭に当てられる。一応、恐竜化時に関しては最速ステップで抜けてくることがありますが、タイミングが完璧なら、ほぼ確実に成功します。恐竜化解除が優先なのは、それも理由だね。たまに異次元のステップ見せてくれるからね。スキルは、挑戦者1で妥協したと冒頭にありましたが、スタハメはノウトウの暇がないので、そういう点では噛み合っていると言えます。強化幅は少ないけど、会心プラス10してくれるからね。バッドクリティカル回避できるのは嬉しい。ちなみに、これは白ゲージのログ歴でもできます。お手軽ハメなのでおすすめ。グエゲンセンはいるけどな。おや、今、下でジャンプしたランポスに当たりましたね。珍しいこともあるもんです。しかも、そのままツタ上に登ってきたぞ。こんなことあるんだな。ランポスのジャンプ、意外と跳躍力あるね。取れたかになってよかったですね。ではあとは、無抵抗のモンスターを一方的に殴っていく様子をお届けします。印象悪いな。はい、終わりですね。ドスラン君、2分台で終了です。140とは思えない速さだ。これは、雷の存在も、ちゃんと効いてそうだね。どこで担ぐねんと思ってましたが、意外なところで有効活用できました。さて、お次はラージャン君だ。属性は全く通らないが。腐っても1728スムラですしね。一定の火力は出るはずです。しかし、来剣久々に持ってるけど、かっこいいな。フォルムもかっこいいし、赤発光も合ってます。元のラギアも赤入ってますしね。それと、振った時の音もかっこいいんだよね。ムントとかは、武骨な感じだからさ。アギトとかムントが割とご追系で、風流剣や雷剣はスタイリッシュ系ですね。体剣は、どれも空張りがよく入るし、性能の高さもあって、掘りがいがありますね。攻撃力と切れ味さえ合ってれば、割と何にでも持っていけちゃうしな。個人的には、1728、スムラスロ1が最低ラインかな。これ以下は、ログレギでええやんってなる。お守り次第ではありますが、スロの有無で結構変わることありますしね。今担いでるのは、まさにそれだね。レギオンなら挑戦者2にできるから、特にタイラーなら火力ほぼ変わらないだろうね。
挑戦者は1から2になると超強くなりますしね。倍率10と25の差はでかいです。4G は GX ハンタークラークの存在もあるし、発動もさせやすいんだよな。GX ハンターはパーツ単位の運用もかなり強いです。足はあんまり見ませんが。4G の環境は置いといて、モンハンクロスで挑戦者2の弱体は仕方ないところもあるくらい強かったですね。モンハンクロスは超会心の登場もあって、見切り優位の環境になったからね。G 級以降も倍率を盛る方向なのは、MH4 系列の特徴の一つかもな。まあ、最近の作品だと、攻撃の会心もみたいになってきましたけどね。その辺、ワイルズではどういう環境になるんだろう。武器側に攻撃スキルがつくっていうが。スキルのせいで、武器の選択肢が狭まらないか不安っちゃ不安ではあります。それに関しては今までもそうだったしな。結局スキル以前に、性能が高い武器ばっかり担がれてたからね。言われてみれば確かに。むしろ、武器スキルの存在によって、多少の性能差を覆して担ぐとかありえますね。そうそう、見かけ上は強くても、ちゃんと計算すると、スキルが強い武器に負けたり。そうなれば、うまい具合に差別化できる要素なんじゃないか。そうですね。性能も良くてスキルも強い、みたいな化け物が生まれなければですが。まあ、多少とんがったところも話題になるしさ。全部平均的でも、それはそれでつまらないし。バランスって難しいですね。特に、ワイルズは新世代の一作目なんだ。整ったバランスを求めるのは、ちょっと酷だぞ。正直、我々としては、チャークとガンスが強ければ、割と満足なところありますけどね。ガンスは、オープンベータ1回目で触れなかったので、2回目ではちょっと試しておきたいですよ。そういえば、さらっと2回目発表されたよね。年末の感じだと来るかどうか微妙だったけど。あと、Steam のストアページ見たら、ベンチマークソフトについてもニュースで出てましたね。検討中とだけありますが、さすがにニュースにするなら、ほぼ確で配布されるでしょうね。多少推奨スペックが緩和されるっぽいけど、その辺も気になる人は多そうだね。再極限が終わって移動してきました。で、ランポスが引かれた。このクエ、どのエリアにもランポスいるな。意外と好戦的なんだよなこいつら。離れてれば吠えてるだけなんだけど。大型が移動した途端、近づいて攻撃してきます。あれ小物ムーブすぎて、ちょっとイラッとしますね。ラーを誘導して倒してもらうこと多いかもね。攻撃吸われても邪魔だし。エリアの境界に陣取らないでほしいですね。こういう時は、深追い禁物だね。溜めようとしてエリチェンしたら、ストレスマッハだよ。戻ってくる時も危ないですしね。ハンターより先にモンスターが動いちゃいます。エリチェンした途端に攻撃を食らって、再度エリチェンとかザラにあります。エリア製だから仕方ないけど、あの仕様どうにかしてほしいよね。まあ、モンスター側が後に動くと、いろいろ悪さできちゃいそうだけどさ。特にガンナーとか、エリチェン、攻撃を繰り返すだけで、ハメみたいになりそうですしね。初期作のバグほどひどいのはないけど、エリア製ならではだよな。さあ、戦闘の方は10分針に突入。そろそろ2回目の再局が来そうですが。やっぱり、ちょっと火力不足を感じるね。バクハムントと比べた場合だから当然だけど。最低限はあるが、やっぱ挑戦1と2の差はでかいな。さて、しかしこれはチャンス。ここで決められるでしょうか。よーし、OK。タイムは11分とちょっとか。早くはないですが、合格圏ですね。じゃあお宝エリアに向かいましょう。このクエのお宝エリアは2番だ。途中に挟まるから、ちょっとだけ邪魔。ただ、ラージャンはツタエリアに行けないので、ラーの移動でまたぐ必要はないですね。もらい物だけど、かなりいいクエだよな。体験たちじゃないのもいい。ランポスはエイムオブトリックが掘れますしね。ジャークは掘れませんが。スラークを難しくての、ビンガチャもあるしな。チャークもビンガチャがあるとはいえ、強属性も使いどころはあります。スラークは強撃勝ち一択なのが辛いところですね。スラークは長いこと強撃一択だったしね。物理 1.2 倍はさすがに抜けすぎだよな。ビン格差にテこ入れ入ったのはワールド以降ですからね。さて、んなこと言ってたら報酬タイムだが。良さそうな武器は出るでしょうか。あ、普通の極流力出てる。珍しい。武器もレア銃ありますよ。スラークですが。解散。潔癖ですか。まあ、回避距離は相性いいっちゃいいですが。さあ、じゃあ気を取り直して次行ってみようか。
あれ、もう武器変えるんですか？だって、もう雷必要あるモンスター、手持ちのクエにいないんだもん。いないんだもんって言われても。お、ブラミラですか。何気に当チャンネルでは初登場ですね。久々に、こいつ担ぎたくなってね。ふむ、ブラミラってことはレオシャガルですか？いや、ちょっと居合術つけて、キリンラーでも行ってみようかと。スキルが窮屈そうですが、ちゃんとした装備組めますかね。最後に、ここにバットを1をはめまして、これで完成ですね。頭がガルルがフェイクで、防御力は低いが、それっぽいものが組めたぞ。弱徳が入れられず、攻撃中が限界でした。火力はちゃんと足りるでしょうか。そこはブラミラの高い倍率と、紫30にかけよう。なんか、定期的にブラミラ担ぎたくなる時期来ますね。何がそうさせるんでしょうか。普段と違う武器を担いで、新鮮ってのもあるけど、フォルムとか音とかが好きなんだよな。あと、ブラミラから出る流属性エフェクトも好きなんだよ。効かないモンスにバック担ぐくせにさ。まあ、発掘の竜ってあまり見ないですしね。純粋に出現率低いですし。おーし、やっていくぞ。やっぱ、武器変えると楽しいな。効率考えればもっと強いのはありますが、気分転換って大事ですしね。自分で味変できるようになると、ゲームって無限に楽しめるしね。4G は、そもそもできることが多すぎるけど、ゴール武器の入手法解説の動画作って、改めてできることの多さに驚きましたね。さ、まずは開幕。そっぽ向いた場合は、振り向きお祈りからだ。残念。まあ、角攻撃来ないだけマシか。このクエ、キリンまでの位置が離れているせいで、開幕反対に抜かれると直接殴れないんですよね。キリンを怒らせないとチャンスが少ないので、開幕タミさん決めて怒らせたいです。キリンに限らずだけど、索敵範囲広いよね。今のとこ、気づかず近づけたことないよ。さ、これはチャンス。相打ちですか。振り向きすきつぶしの角攻撃ね。後ろ蹴りに反撃狙ってると確定で食らうんだよな。狙わないわけにもいかないから、困った攻撃だよ。角を連続で振る攻撃そのものに、反撃の余地が全然ないですからね。あれにも威嚇があるとかならまだわかるんですが。あと、シンプルに攻撃してる時間が長くて、それも面倒だよね。逃げる以外やることないから、戦闘がダラダラして感じるんだよ。速度も速いし、追尾も結構きついんですよね。気合い入れて走らないといけません。キリン戦は追いかけること多いから、スタミナ管理も意外と重要だよな。そう言ってたら大チャンスですよ。ああ、カス渡りになってしまった。ちょっと距離が遠すぎましたね。この辺は慣れて感覚つかむしかないですが。こういうのが積み重なると、討伐時間がどんどん伸びていきます。大剣は、一発あたりの比重がでかい上に、キリンの攻撃チャンスが少ないからね。一回一回を気合い入れて決めていかんと。今度は大丈夫そうですね。怒り解除の頭ダウン来た。毎度オーバーに振ったんでくれるな。キリンって基本的に華麗で優雅な感じですけど、リアクションとか結構オーバーですよね。普段おとなしいけど、話してみると結構面白いこと言うタイプかも。ああ、そういうやつ、クラスに一人はいるよね。地味なんだけど、妙に陽キャとも仲良かったりな。普段とのギャップもあって重宝されるよな。モンスター界で言うと陽キャって誰でしょうね。ラージャンも陽キャっちゃ陽キャだが、キリンにとっては近寄りたくないだろうしな。でもガジューシュはテンション高いやつ多そうですよね。ケチャワチャとか。いやーどうだろうね。あれはいたずらが過ぎてガチ切れされるタイプじゃね。言われてみれば、ガジューシュは粘液飛ばしたり、糞飛ばしたりしますしね。やっぱ、レウスとカテオが鉄板なんじゃないかな。あいつら、初対持ちで余裕もあるだろうし。ああ、火属性とか爆破属性使いは、全体的に目立ってそう。レウスなんてモンハンの顔ですしね。めちゃくちゃ友達多そう。しかも、あいつ飛ぶの得意だからな。フットワークも軽そう。知らんけど。面倒になった時、知らんけどで済ますのやめましょうよ。っていうか、全然グラミラに触れてませんが。いや忘れてたわけじゃないよ。現に今、グラミラの良さを見せられてると思う。良さというと。まだ、切れ味紫を維持してるんだよ。つむら発掘だと、そろそろ落ちそうなんだが。確かに、今回効率よく殴れてるってのはありますが。確かに、こんだけ紫が持ってると、ちゃんと強さを実感できますね。グラミラの紫は、1728の白より高火力だからね。さすがは、生産最強の一本だよ。
もちろん匠が必要な分、実際の火力ではブラミラが負けてしまいますが、逆に言えば、ブラミラに勝てる発掘は、少なくとも最高倍率付近でないといけません。準倍率のスムラなら、どっこいくらいかな。スロットと属性は欲しいけど。雷付きステップです。後ろ蹴りに派生する可能性があるので、追います。素直な振り向きいいね。このターンで終われそうだ。角度もいいですね。強ためコンボが入ります。ほら、ブラミラを食らえ。いいですね。綺麗に決まりました。タイムも5分半か。弱得なしと考えると上々だな。あとはラーですが、こっちは対策スキルがいつも通りな上、すでにドスランナーでやってるので、サクッといきますね。さて、ラージャン後半戦だよ。今のところ順調だね。ちゃんと2発でダウンが取れてます。弱得なしですが、必要な火力はありますね。前に入れてーなし企画でやった弱得なしローグよりも明らかに高火力だね。そもそもの倍率が違いますし、攻撃中と居合もありますしね。抜刀術力は倍率プラス5されるんだよね。すんごい地味だけど。居合術のスキル説明欄では省略されてるんですよね。何々などって書かれてるのはこれの効果です。MH4 から追加された仕様だけど、スキルメイトは合ってるよね。なんせ、力ですしね。これは地味ですが、いい強化だったと思います。何気に次回作以降も適用されてますしね。4G 以降はあんま採用した記憶ないな。そりゃ、お疲れ様でした。14分ちょいでしたね。正直予想より早かったな。ブラミラ、火力はガチだね。キリンラーだからスキル重かったですが、それぞれ特化すればいいタイムが出そうですね。ちょっとブラミラ振るのしばらくハマるかもしれません。防具の見た目も普段と違うしね。GX ハンターが1部位もないの、新鮮だ。さて、いい来剣は出るかな。一応スムラでスロ2ですが、一番肝心なところが。もうちょっと自分を磨いてきてくれな。磨くのはこっちですが。ほい、というわけで、気になった体験を担ぐ回でした。いやー、なんか、相手はいつも通りでしたけど、装備が変わるといいですね。特にブラミラは久々で楽しかったな。なんなら、来剣よりテンション上がったかも。来剣もランポスには刺さってましたから、今後担ぐかかなり怪しいですけど。ジョーク絵が出たらワンチャンあるかもね。では、この辺で締めますね。ほいじゃ、次の動画で。またね。